が無実を証明できる唯一の機会、正式な手続きが淡々と進んだ2006年、中国、山西省の小さな村から始まった話だ。その男が20年ぶりに日の光を浴びた日のことを、まず話させてほしい。法廷の扉が開いた。静寂。それから誰かがすすり泣く声がした。男はゆっくりと立ち上がった。足がわずかに震えていた。傍聴席の隅に座っていた老いた女性が両手で顔を覆い、声を殺して泣いていた。男の母親だ。20年間息子の無実を信じ続けた。その人だ。判事が宣告を読み上げた。無罪。たった2文字。それだけで20年が崩れ落ちた。男は何も言わなかった。叫びもしなかった。ただ天井を仰いで目を閉じた。長く深く息を吸った。まるで失った時間の重さを肺の中に確かめるように抱き合う二人の姿を法廷にいた誰もが黙って見ていた。報道陣のシャッター音だけが空間を刻んでいた。では問う。なぜこの男は20年も失わなければならなかったのか。罪を犯したからではない。有罪を立証されたからでもない。たった7分の裁判と1本の映像が倉庫の棚に眠り続けていたからだ。消えた映像、潰された弁論、そして誰も振り返らなかった20年。男が逮捕された2006年、山西省のその村では彼はごく普通の一日を生きていた。 IMG。 古びた中国の村の路地、夕暮れの光、人々が行き交う市場の風景。その日の朝、彼がどんな顔をして家を出たか、今から語っていく。 IMG。 中国山西省の農村風景。夜明けの畑、薄明かりの中に浮かぶ農家の軒先。2006年、中国山西省大土高原の裾野に広がる小さな村の話だ。その村では夜明けとともに一日が始まる。鶏の声、水煙、土ぼこりの匂い。都市の喧騒とはまるで無縁の場所だった。 B。 ジェンリンはこの村で生まれ、この村で育った。当時30代の半ば、妻と幼い子供が2人いた。仕事は建設現場の日雇い労働者だった。決して裕福ではない。それでも毎朝現場に向かい、日が暮れれば家に帰った。食卓に並ぶ料理は質素だったが、家族4人で囲む夕飯は温かかった。 IMG。 中国の農村建設現場、日雇い労働者たちが働く様子。土と汗にまみれた手。妻は気丈な女性だった。夫の帰りが遅い夜も文句一つ言わずに飯を温めて待っていた。上の子供はその年小学校に入学したばかり。ランドセルの代わりに布製のカバンを大事そうに背負っていた。 B にとってそれが全てだった。華やかな夢など持っていない。ただ家族が飯を食えること、子供たちが学校に通えること、それだけを考えていた。 IMG。 村の市場、行き交う人々、露天商、雑踏の風景。2006年、その秋、村では小さな市が立っていた。週に一度、近隣の農家や行商人が集まる賑やかな日だ。 B もその日、市場の近くを通りかかっていた。ただ通りかかっただけだった。それが彼の運命を変える。あの朝、彼が家を出る前、妻に何を言ったのか、子供たちにどんな顔を向けたのか、誰も記録していない。ただ一つ確かなのは、その日の夜、彼は家に帰れなかったということだ。男が逮捕されるその瞬間までもう時間がない。 IMG。 活気ある農村の朝市、人々が行き交い、露店が立ち並ぶ山西省の小さな村の広場。
2006年、山西省の朝市はいつもと変わらない喧騒に包まれていた。野菜を売る声、値段を交渉する声、子供の笑い声、週に一度だけ開かれるこの村の小さな祭りのような時間だった。その人混みの中で一人の男が財布を盗まれたと叫んだ。被害者は周囲を見回した。そしてある男を指さした。その男の名は B。 ちょうどその場を通りかかっただけの農村に暮らす普通の男だった。あいつだ。あいつが盗んだ。根拠はそれだけだった。警察が駆けつけるまで数分もかからなかった。 B は戸惑いながら両手を広げた。財布など持っていない。触れてすらいない。だが群衆の視線はすでに彼を犯人として見ていた。人間の目は残酷だ。疑いを向けられた瞬間から全ての行動が証拠に変わる。焦った顔が逃げようとした証拠に、大きな声が開き直りの証拠に、 B はその場で連行された。取り調べ室で彼は何度も繰り返した。自分はただ通り過ぎただけだと。しかし調査官の言葉は短く冷たかった。目撃者がいる。それだけで十分だった。 IMG。 殺風景な取り調べ室。木製の椅子と古びた蛍光灯、窓のない部屋。2006年秋、現場には1台の防犯カメラが設置されていた。商店の軒先に取り付けられた古い機種だった。もしその映像が提出されていれば、もし誰かが確認しようと言っていれば、誰も言わなかった。映像の存在を知っていた者がいたのか知らなかったのか、記録は残っていない。ただそのテープは誰かの手によって倉庫の奥へとしまわれた。 B が無実を証明できる唯一の機会、それはこの瞬間に消えた。静かに音もなく起訴状が作成された。国選弁護人が選任された。正式な手続きが淡々と進んだ。誰かが止めようとした形跡はどこにもない。 IMG。 古い法廷の扉、重く閉ざされた木の扉とその前に立つ人影。その夜 B の家では妻が夫の帰りを待ち続けた。子供たちが眠った後も玄関の明かりを消さずに、翌朝になっても彼は帰ってこなかった。正式な裁判が始まろうとしていた。 IMG。 薄暗い取り調べ室、裸電球が一つ揺れている。2006年冬、山西省の小さな警察署に B は連れて行かれた。取り調べ室の扉が閉まった。外の音が消えた。担当官が書類を机に置いた。スリの容疑、被害届、目撃者の証言、それだけがそこにあった。 B は言い続けた。私はやっていない。その場所にすらいなかった。と。だが、誰もメモを取らなかった。IMG。書類の山、ハンコが押される手。起訴状には、犯行日時と場所が記されていた。証拠として添付されたのは、被害者の証言と、わずかな状況証拠だけだった。防犯カメラの映像。本来ならば、そこに答えがあるはずだった。ところが、捜査記録に映像の記載は、ない。提出されなかった。確認されなかった。それとも、最初から、なかったことにされたのか。記録は、沈黙したままだった。IMG。法廷の木製の椅子、光が差し込む窓。裁判は、短かった。国選弁護人が選任された。B にとって、唯一の味方になるはずの人間だった。弁護人は、検察の起訴状を読んだ。そして、異議を唱えなかった。証人を呼ばなかった。証拠の不備を指摘しなかった。B が、無実だ、と叫んでも、法廷の空気は動かなかった。書類に目を落としたまま、静かに言葉を読み上げた。
それが一人の人間の20年を決めた時間だった。IMG 裁判所の外、冬の空、枯れ木が並ぶ。 B の妻は判決を聞いてその場で膝から崩れ落ちたという。夫が帰ってくると信じていた。証拠がなければ罪にはならないと信じていた。法律はそういうものだと思っていた。だが法廷は静かに幕を閉じた。異議申し立ての期限が過ぎた。判決は確定した。誰かが間違いを正す最後の機会が音もなく消えた。 IMG 護送車の後部扉閉じていく。 B は護送車に乗せられた。窓の外、見慣れた山西省の景色がゆっくりと遠ざかっていった。妻の顔が見えた気がした。それとも見えなかったのか。扉が閉まった。その日から B の時間は別の場所で刻まれ始める。 IMG 薄暗い独房、小さな窓から差し込む光が床に細い線を描いている。扉が閉まった。鉄の音が廊下に響いた。そして静寂。 B の新しい時間がここから始まった。山西省の小さな刑務所。コンクリートの壁に囲まれた縦3メートル、横2メートルの世界。 IMG 刑務所の廊下、等間隔に並ぶ鉄格子の扉。最初の夜、彼は眠れなかった。眠れるはずがなかった。自分がなぜここにいるのか、頭の中で何度も繰り返した。あの7分間の裁判、一度も口を開かなかった弁護人。読み上げられた判決。20年、20年という言葉の重さを彼はまだ理解できていなかった。 IMG 壁に刻まれた線、日付を数えた痕跡。1年が過ぎた。妻が面会に来た。子供の写真を持ってきた。 B は鉄格子越しにその写真を見た。言葉が出なかった。妻も泣かなかった。泣けなかったのか、もう涙が枯れていたのか。二人の間にガラス一枚触れることもできない。 IMG 面会室、ガラス越しに向き合う二人の影。3年が過ぎた頃、妻の面会が減り始めた。生活がある、子供がいる、待ち続けることの限界がある。 B はそれを責めなかった。責める資格が自分にあるとは思えなかった。ただ写真だけを手元に置いた。 IMG 薄汚れた写真、繰り返しぶれた跡がある。5年、10年、刑務所の中で人は変わる。諦めを覚える者もいる。怒りだけで生きる者もいる。 B はその両方を行き来した。無実だと叫んだこともあった。棒の中で一人で誰にも聞こえない声で IMG 独房の天井を見上げる男のシルエット。聞いてくれる人間はいなかった。国選弁護人は判決が出た瞬間に消えた。再審を請求しようにも証拠は手元にない。あの日法廷で使われた書類さえ手に入らない。壁はどこまでも高かった。それでも B は一つのことを手放さなかった。自分はそこにいなかった。あの日、あの場所に自分はいなかった。その一点だけを15年間握り続けた。 IMG 朝の光が独房の窓から差し込む長い影。20年という時間は人の顔を変える、声を変える、歩き方まで変える。外の世界は動き続けた。 B の知らないところで季節が来て去った。子供は大人になった。 IMG 刑務所の外へ遠くに広がる山西省の山々。だが彼を信じ続けた人間がいた。外の世界で諦めなかった人たちがいた。その話は次に語ることになる。 IMG 薄暗い部屋の中、
古びた写真を握りしめる置いた女性の手のアップ。B が塀の中で年を重ねた。その同じ年月、外では別の戦いが続いていた。静かな、しかし執念深い戦いが。IMG。小さな村の路地。夕暮れの光の中で佇む家族のシルエット。妻のヒネは、夫が連行された翌年から動き始めた。弁護士に手紙を書いた。地元の役所に足を運んだ。門前払い。また書いた。また断られた。それでも、やめなかった。手元には、一枚の紙しかなかった。夫の無実を信じる。という気持ちだけだった。IMG。積み上げられた嘆願書の束。色あせた封筒。2009年、ヒネは山西省の法律支援センターに連絡を取った。担当した若い職員。王という名の女性は、最初は、よくある案件、だと思っていたと、後に語っている。ところが、事件の記録を読み進めるうちに、手が止まった。弁護記録があまりにも薄かった。国選弁護人が法廷で述べた言葉の総量は、たった3行、情状酌量を求める一文と、署名だけ、反論も、証拠申請も、承認要請も、何一つない。王は記録を閉じ、上司に告げた。これは、おかしい。IMG、法律支援センターの小さなオフィス。蛍光灯の下で書類を読む女性。2012年、支援の輪は少しずつ広がっていった。北京の人権団体が案件を共有した。元判事の経歴を持つ退職弁護士。孫が加わった。孫は現役時代、何百件もの判決文を書いてきた男だった。彼が最初に言ったことは、こうだ、映像の証拠が、なぜ記録に残っていない？防犯カメラの映像は、本来、証拠として提出されるか、存在しないと記録されなければならない。だが、B の裁判記録のどこにも、映像に関する言及がなかった。消えたのか、最初からなかったのか、それとも、誰かが目をつぶったのか。孫は山西省に向かった。IMG、地方の裁判所。古びた外壁、錆びた門扉。問い合わせは何度も壁に跳ね返された。担当者が変わる。部署が変わる。記録が保管中。と言われ、何年も待たされる。それでも、孫と王は諦めなかった。ヒネも諦めなかった。諦めるという選択肢を誰も持っていなかった。IMG、夜の窓辺。手紙を書き続ける女性の後ろ姿。20年という時間は、人を消耗させる。体力も、お金も、希望も。それでも彼らが動き続けられたのは、ただ一つの理由からだった。B が、獄中から送り続けた手紙の最後に、毎回、同じ一文を書いていたから、私はあの日、そこにいなかった。その言葉に、嘘の匂いがしなかった。IMG、色あせた封筒の束、几帳面な筆跡。2025年、地域の倉庫整理の最中に、一本の映像データが発見される。その中に、何が映っていたのか。倉庫の中は、静かだった。埃の匂い、古びた段ボール、そして、忘れられた時間の堆積。2025年の春、山西省の地方行政が老朽化した倉庫の整理を始めた。目的は単純だった。不要な備品を処分し、スペースを確保する。ただ、それだけの作業のはずだった。作業員の一人が棚の奥に手を伸ばした。指先に何かが触れた。古い外付けハードディスク。ラベルは色あせ。書かれた文字はほとんど読めなかった。ただ一つ、かろうじて判別できる数字が残っていた。2006、作業員は、その場で動きを止めた。直感、と呼ぶほかなかった。何かが、違う、何かが、ある。彼はそのディスクを捨てなかった。上司に渡した。
上司は担当部署に回した。そして担当者が再生を試みた。ファイルは残っていた。画面に映し出されたのは粒子の粗い映像だった。しかしタイムスタンプははっきりと刻まれていた。2006年、あの日のあの時刻、カメラが捉えていたのは事件現場から200メートル離れた路地の角だった。そこに一人の男が映っていた。立ち止まり、壁に背を預け、空を見上げている。動く気配がない。ただ、そこにいる担当者は画面を止めた。ゆっくりと息を吸った。映像の中の男の顔と手元にあった古い事件記録の写真を見比べた。一致していた。B だった。事件が起きたとされる時刻に彼は現場にいなかった。路地の角で空を見上げていた。それだけの話だ。それだけの映像だ。しかしそれだけが20年もの間、この世に存在しなかった。いや、正確には違う。存在していた。誰かが見なかった。あるいは見ないことにした。埃の下に、棚の奥に、ただ静かに待ち続けていた。B は今も塀の中にいる。この映像が彼の元へ届くまでに何が起き、何が動くのか、それは次の話になる。IMG、薄暗い法廷、古びた木の椅子。正面に裁判官席、映像が動き始めた。倉庫から見つかったその記録は、再審請求の申立書に添付され、2026年の春、正式に法廷へ提出された。20年ぶりに B の名前が裁判の文書に刻まれた。IMG、弁護士が分厚いファイルを抱えて廊下を歩く。今回の弁護人は違った。沈黙しなかった。国選ではなく冤罪支援団体が派遣した弁護士だった。彼女は2006年の起訴状を一行ずつ読み直した。証人の証言、現場の見取り図、採取されたとされる指紋、そのどれもが穴だらけだった。IMG、古い捜査資料が広げられた机、指紋鑑定書には採取日が記されていなかった。証人の一人はすでに亡くなっていた。もう一人は当時の証言を覚えていないと繰り返した。記憶が消えた。記録も消えた。残ったのは有罪判決だけだった。IMG、法廷内、検察側と弁護側が向かい合う。検察は抵抗した。映像の保管経緯が不明確だ。証拠能力に疑義がある。その一言が法廷の空気を変えた。20年間、この映像を保管していたのは誰だ？なぜ今まで誰も知らなかった？その問いが今度は検察に向けられた。IMG、証言台に立つ置いた倉庫管理人。倉庫の管理人が証言台に立った。72歳、足が悪く杖をついていた。彼はただこう言った。あの棚は2006年から一度も整理されていなかった。静寂が法廷を包んだ。誰も動かなかった。IMG、裁判官がメモを取る手元。2006年のあの7分間がようやく証拠として認定された。映像の中のリーはの角にいた。事件現場から400メートル離れた場所でただ空を見上げていた。アリバイではなかった。アリバイという言葉すら必要なかった。彼はそこにいなかった。それだけだ。IMG、B が拘置所の小窓から差し込む光を見つめる。判決の日付が指定された。B はその知らせを冷たい棒の中で受け取った。20年間泣き続けた男がその日だけは泣かなかった。泣く涙がもう残っていなかったのか、それともまだ信じられなかったのか。答えは彼だけが知っている。IMG、法廷の外、夕暮れの空、長い影、
判決は翌朝に下される。しかし無罪が確定したその後に B を待ち受けるものは釈放だけではなかった。 IMG 薄暗い廊下、鉄皮の向こうに白い光が差し込んでいる。無罪。その2文字が法廷に響いた瞬間、 B は動かなかった。表情も変わらなかった。20年間求め続けた言葉。それを聞いた男はただ静かに立っていた。 IMG 釈放される男性、正門の前で空を見上げている。2026年の春、 B は刑務所の正門を自分の足で歩いて出た。鉄格子ではなく空が広がっていた。風が頬に触れた。20年ぶりの外の風だった。しかしその足はどこへ向かえばいいのかわからなかった。 IMG 廃れた生家の外観、雑草が伸び窓は割れている。彼が捕まったのは2006年。妻は数年後に離婚を選んだ。子供たちは父親の顔をほとんど覚えていない。母は息子の釈放を待ちながら言った。20年という時間はただ奪うだけではない。人とのつながりを根ごと引き抜いていく。 IMG 保証書類の山、弁護士事務所の一室。中国の国家賠償制度では冤罪による保証が認められている。しかしその金額は20年に見合うものではなかった。1日あたりの算定額、それに服役日数をかける。そうして弾き出された数字に B は何も言わなかった。言葉が出なかったのか、それとももう慣れていたのか。 IMG 窓の外を見つめるリーの横顔、目に光がない。釈放された男性が直面するのは自由だけではない。眠れない夜、突然よみがえる独房の匂い、鉄皮が閉まる音が夢の中で鳴り続ける。社会は変わっていた。スマートフォン、電子決済、変わり果てた街並み。20年前の常識はもはや通じない。彼は別の意味でまた迷子になった。 IMG 1枚の CCTV 映像のスクリーンショット、証拠として提出された静止画。そして誰も責任を取らなかった。担当検察官は現在も職務に就いている。国選弁護人に処分は下されなかった。 CCTV 映像を倉庫の奥に眠らせた者たちは沈黙したままだ。変わったのは B の服だけだった。囚人服からよれた市民服へ、それだけだった。 IMG 円形、小さな田舎道を一人で歩く男の後ろ姿。ある支援団体の記録にこんな言葉が残っている。彼は怒っていなかった。ただ疲れていた。と20年間怒り続けることで生き延びた男が外に出た途端怒る力を失った。それが最も静かな絶望の形かもしれない。 B の話はここで終わらない。しかし彼の人生はあの7分で一度死んでいた。取り戻せるものと取り戻せないもの、その境界線を次の章で最後に見届けてほしい。 IMG 古びた村の道、夕暮れの光、遠くに歩く一人の男の後ろ姿。 B は今も戦っている。ただし武器が変わった。怒りではなく書類、叫びではなく署名。20年間鉄格子の向こうで繰り返した言葉を今度は法廷の紙に刻んでいる。 IMG 山西省の法院建物、曇り空。2006年、あの7分間の裁判から20年が過ぎた。倉庫で眠り続けた映像は証拠として認定された。国選弁護人は懲戒手続きの対象となった。担当検察官は移動した。それだけだ。誰も刑務所には入っていない。IMG
薄暗い倉庫の棚、埃をかぶったテープの山、失われた映像は、偶然見つかった、整理されなければ、永遠にうずもれていた。その、偶然、が、なければ、B は、今も塀の中にいた。それが、最も重い事実だ。IMG。B が弁護士と書類を確認している静かな部屋。彼は、国家賠償を求めている。金額にすれば、20年分の時間に値段をつける作業だ。40代を、50代を、60代の入り口を、いくらが妥当なのか、答えを出せる人間が、この世界に存在するだろうか。IMG。村の子供たちが走る路地。春の光。B には、帰る場所がある。山西省の、あの小さな村。ただ、知っている顔が減った。待っていたものが、待ちきれずに行った。時間は、等しく流れる。塀の中にいても、外にいても、その残酷さを、法律は保証しない。IMG。手書きの訴状。インクのにじみ。中国各地で、同じ構造の冤罪が、記録されている。映像が残っていなかった事件。弁護人が口を開かなかった法廷。7分より短い裁判で、人生が切り取られた者たち。B は、その一人に過ぎなかったかもしれない。映像がなければ IMG。 夜の村道。街灯一つ歩く男の影。あなたに問いたい。無実を証明する手段を持っているか。もし明日あなたが疑われた時、あなたを守る映像はどこにある。その映像を誰かが保管し続けると信じられるか。IMG。 暗転。テキストなし。静寂。 B の話は終わっていない。裁判所の判断も賠償の決着もまだ先にある。ただ一つだけ確かなことがある。彼の20年は戻らない。どんな判決が出ても、どんな言葉で謝罪されても、あの7分が消えることはない。